ご飯にめちゃめちゃ合うので、普段よりもご飯食べ過ぎちゃいます。食べるときは2杯3杯これ今何を運んであるんですか？これが、豚骨ですね。げんこつと肩骨って2つの部位なんですけど、これを入れていきます。途中でまた足したりもするんですけど、朝の時点ではとりあえずげんこつ20キロと肩骨を15キロ。こっちが要はお客さんに出す用のスープなんですよ、メインっていうんですけど、はい、でこっちがサブで、こっちは昨日の、ガラが入ってるんですけど、それにまたお湯を足して沸騰させて混ぜて、スープをこっちでも作っていくって感じですね。常にこう2本炊き続けるんですよ。こっちが要は薄くなったり濃くなったりもするし、それをこっちで調整しながら一日営業していくようなイメージ。親鶏っていう油と若鶏っていう油、2種類うちはブレンドして使ってます。ご飯無料でついてくるじゃないですか。そうですね、はい。大丈夫なんですか？いや、全然正直大丈夫じゃないんですけど米の値段がね、もう半端ないんで、上がり方が、今ちょっと落ち着いた本当ぐらいですけど、もうね、昔のちょっと安い時比べたらもう3倍か 3.5 倍ぐらい上がってるんで、大盛り3倍とか4杯ぐらい食べる子も中にはいますね。1日大体30から35ぐらいキロ。はい。ご出身はどちらの方なんですか？三重です。東京で、約8年、それもずっと武道館やってたんですけど、東京出た当初からもゆくゆくは大阪でやりたいなっていうので、その時に、ここが、ちょっと紹介もあってここに来たみたいな感じですね、郷土屋に。僕も学生時代遊んでた町が大阪なんで、はい、大阪で家系ラーメンやれたらなっていうのも思いがありまして。家系って言っても、もう店によって全然味も違えば作り方も違いますし、要は使ってるそのガラとか、うちは鶏ガラ使ってないですけど、鶏ガラをめちゃくちゃ使ってる店もありますし、
もう店によって全然違います。うちの特徴は、鶏ガラをまず使ってないっていうのが特徴やと思うんですよ。結構使ってるとこ多いですけど、僕自身あんまり鶏のラーメンがちょっとあんまり好みでなかったり、鶏を入れることによってちょっとなんか豚骨にあるキレっていうか、キレの味がなんかちょっとぼやけてしまったりまったりしてしまって印象があるんで、うちは鶏ガラを使ってないけど、あとは他の家系に比べても濃度が若干高めであって、癖になるような感じが強いと思います。だいたい1回18から20キロぐらいですね。壁の写真は、基本的にこれ全部が同じ年じゃないですけど、近代の卒業式のに食べに来てくれた写真ですね。だからスーツのコーラが多いですけど、この間もちょうど8年ぐらい前の卒業生の子がポロッと食べに来てくれて、結婚しましたみたいなっていう報告をしてくれたりとか、そうやって来てくれるとありがたいです。やりがいになるというか、はい。ラーメンにもご飯にもよく合うんで、先にご飯出すんですけど、ご飯にもこれだけかけてラーメン来る頃にはおかわりくださいっていう学生もいますもう無限大っすね、ほんまに。僕がお客さんの食べてるのふわって見てもやっぱこんな食べ方あるんやって思うぐらい、みんなほんまにいろんな食べ方するんやなとかですね。豆板醤をのせてもらって、ごまをかけてもらって、スープに浸した海苔で巻いて食べてもらうのをおすすめしてますけど、いろいろみんなほんまそれぞれに食べ方はありますね。お、早いよ。なぜ郷土屋さんにアルバイトしに来られたんですか？一番は郷土屋さんのラーメンが好きっていうのもあるんですけど、あと校舎近いんで空き時間にすぐ来れるっていうのもあって、あと友人がもともと働いてたのもあって、仕事の勝手とか分かりやすいかなと思って。注文の仕方って決まってるんですか？最近は全部普通にしてます。全部普通。はい。一周回ってるんですか？そうですね。なんか固め
濃いめ多めにしてた時もあったんですけど、で柔らかめにいって結局今全部振ってます。やっぱり家系といえば堺製麺っていうのは、まあ、もう一流のブランドなんで、それはもうオープンの時から使わせてもらってます。僕がもともと東京の武道家っていう店出身やったんですよ。でそれでその店は太麺使ってたんですよね。でそこから僕この共同屋で働くことになったんですけど、自分が作るスープに合うのはやっぱ太麺の方かな。いらっしゃい、どうぞ。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。2で。全部普通で、はい。油だけ多めで、ありがとうございます。よっ。はいよ。2人の麺高めになりますね。はい、どうぞ。ちょっといくね。はいよ。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。はいよ。特製中の片恋です。どうぞ。はい、いらっしゃい。はいよ。特製並全部です。どうぞ。はい、どうぞ。はいよ。特製並油多めになります。どうぞ。はい、どうぞ。他のは答えますか？はいよ。お先並ライスになります。どうぞ。いらっしゃい。
はいよ。いいよ。はいどうぞ。いらっしゃい。いらっしゃい、どうぞ。はいお待たせしました。飲みの全部です。はいどうぞ。いらっしゃい、どうぞ。いらっしゃい。はいいらっしゃい。先にチャーシュー麺並み片濃い多め海苔味玉増しです。どうぞ。中目ほうれん草増しです。どうぞ。はいお待ちどうさんです。どうぞ。お好みどうしましょう。片濃い多めで。チャーシュー丼サイズ。お先にチャーシュー丼の盛りとチャーシュー丼の並盛りです。どうぞ。ちょっといきます。はいよ。はい、中の片濃い多めになります。どうぞ。はいどうぞ。めちゃめちゃうまいです。はい、お待たせしました。波の柔らかめ、油多めです。どうぞ。はいお待ちどうさん。ご飯おかわります。はいよ、サイズどうしましょう。大丈夫です。大で。はいよ。はいよ、大ライスになります。どうぞ。部活終わりを通るんですけど、ちょっと家系で食べたくなって無料でおかわりできるのでめっちゃありがたいです。いらっしゃい。はいどうぞ。ありがとうございました。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。新平 YouTube 釣れよ。はいよ、波の麺固めです。はいどうぞ。はいよ、波の固め濃いめです。どうぞ。はいどうぞ。はいどうぞ。どうぞ。
気に入りのはいその頼み方みたいなのって決まってるんですか？僕はまあ固め濃いめ多めと結構やっぱりしっかりこってり味しっかりって感じなんですけど、なんかこうだからといって臭みとかは一切なく濃いんですけどどのスープ飲んじゃいたくみたいなそういう感じの味ですね。ご飯にめちゃめちゃ合うので普段よりもご飯食べ過ぎちゃいます。食べるときは2杯3杯です。おい、ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしく。はい、お好みどうしましょう。片いこ多い多めで、ライト焼酎ライトどうしましょう。中で、ありがとうございます。どうぞ。はい、どうぞ。とりあえずね、ちょっとお待ちください。はい、お願いします。はいよ。あとやっときます。はい。はい、片っぽに少なめ。はい、皆さんの台で、ありがとうございます。はいよ。はい、お先に波の片っぽにお願いします。はい、どうぞ。はい、片っぽい多めになります。どうぞ。はい。お願いします。何片こいめキャベツですね。お待たせしました。つけ麺並み固め濃いめです。どうぞ。ありがとうございます。お先大丈夫です。波の全部普通です。どうぞ。はい、どうぞ。お好みございますか？赤っこい普通で。はい、ご飯はご飯普通で。普通で。はい。はい、お先波ライスになります。はい、大ライスです。はい。お前大やつにしてるはい、波の固め濃いめです。どうぞ。はい、どうぞ。この辺ちょっとこれあれだねとにかく美味しいです
店長がいい。店長も優しいし、最初ちょっと怖かったんですけど、やっぱ通っていくうちに優しい人だったらやっぱり店長の人柄もあります。安いご飯にごまときゅうりでこのニンニク醤油あるのこれかけて食ってめちゃめちゃうまいです。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、大の濃いめと多めになります。どうぞ。ここのラーメンが一番大好きですね。スープもいいし、でまたご飯が食べ放題、これが一番いい。こういうお店多分ないと思います、このご時世で。ラーメン頼んだらご飯食べ放題で、そんな店多分東大阪で探してもあるかないかは知らんけど、その心意気が嬉しい。これが私の大好きな特製にキャベツもやしをまだ増量してます。店舗だけじゃなくて大阪城のラーメンストリートとこういうイベントとかもたまに出たりするんですけど、もう毎回食べに来てくれる。そこ大阪城まで愛であふれてる。でもまあ最初働き出したら僕東京の中野っていう場所だったんですけど、中野で働いてその後国分寺、それも東京なんですけどね。で、ここですね、大阪共同屋、一応3店舗経験したんですけど、やっぱ街でそれぞれでやっぱりお客さんの層も違いますし、ラーメンの味もそうですし、店のこう雰囲気作りとかも全然やっぱ変えていかないとなかなか厳しいですし、その辺ですかね。例えば卒業生の子とかもよく来るんですけど、今やっぱ大阪から東京の方に就職した子とかたまにやっぱ帰ってきて食べに来てくれるんですけど、東京って家系ラーメンめちゃめちゃ多いんですけど、いや東京のどこ食ってもやっぱ郷土屋ですわって言ってくれる子結構いるんで、それはすごいありがたい、嬉しいですね。